オタク FM アニメ&チル。皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミーなどさまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に深く掘り下げていく番組です。この度オベイミーのアニメシリーズが始まるということで、萌え萌えキュンなウェブラジオレビアタン先生のオタク FM がさらにパワーアップして戻ってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのお声があったから復活したんじゃないでしょうか。本当に嬉しいですね。またね、レビアタン先生のオタク FM こちらをご存知ない方は YouTube オベイミー公式チャンネルでシャープ1からシャープ7まで配信されていますので、ぜひ一度聞いていただきたいと思います。そしてこの番組はね、先ほども言いました通り毎回ゲストをお迎えしてお届けしていこうと思います。早速噛みました。大変失礼。ということで栄えある初回のゲストにはこちらの方に来ていただきました。どうぞ。ド S にド S を重ねるとド S になるんだ。ルシファー役の山下和也です。はい、よろしくお願いします。お願いします。山さん、はい。なんて言った？ド S にはいド S を重ねるとド S になります。ド S にド S 重ねてもド S じゃない。もともとド S なんやろ。だけどほらド S っていう中身や中身。中身そうさらにド S ドド S になるとかじゃなくてド S なの。ド S ね。ああそうか。いいんだよ、こんなとこで盛り上がらなくてもはい、このラジオ、アニメオベイミーの第1話、あげろ平均点のこのアフレコの後に収録してるんですね。はいはいはい。この番組をお聞きになった皆さんは、もうご覧になっていただけたでしょうか。アプリではね、もう事前に配信もされてましたので、そうですね。見た方も多いかもしれないんですけども、どうでした第1話。もうどうでしたっていうかね、ゲームの中のキャラクターと、このアニメの中のキャラクターが、もう全然そのなんだ雰囲気というかさ、キャラクター、こんな面もあったんだっていうのが分かってきて、演じててもさ、面白いんだよね。その場がてか映像になると、余計にこのキャラってこういう時にこういう動きすんねやとか、こういう表情するんやっていうのがよくわかるよね。なんかルシファーって、僕スペシャルアニメの時も思ったけど、こんななんやろ、突っ込み方すんねやとかそれがね面白くて。そうだよね。ゲームの中ではもっとこう冷静にたしなめるじゃないんだけれども、こう圧で突っ込むみたいな感じだったんだけど、ちょっとギャグなキャラクターになってるかなって思って、意外となんかみんなに振り回されるんやみたいな。そう結構お仕置きっていうイメージがあったんやけど、なんかド S の中の優しさっていうのも映像になってより分かるようになったよね。そうやね。お兄様っていうよりは、お兄ちゃん、もっとなんかこう柔らかい感じの長男っていうのがアニメで見えてきた。テストの話やったけども。そうですね。山さん頭良さそうやね。おっと何？いや僕ね結構赤点ギリギリだった。意外でもなんでもない。これ意外やって。見た目頭良さそう。でもね、それを言うんだったら、これだけ番組の回しもうまいし、起点の利く課題案は絶対良かったと思う。そやと思うでしょ。実はね、バカやったんです。知ってたと思うけど、こうやってねベラベラ喋れる人間って基本的にそっちに頭ばっか使ってるから勉強に使う頭ないんですよ。いやでも、そういう方面だったり、あと雑学であったりとかね、そういうところに詳しい人間っていうのは、いわゆるそのバカっていう表現の中でも違うバカですよ。いわゆる紙一重ってやつ。ええように言うてくれんな。相変わらず。そうですよ。相変わらずええように言うてくれますけど、でもね、アニメの中では、ある一人の兄弟がねちょっとやり玉にあげられちゃってましたけども。そうだね、やっちゃったね。そういったね、普段の悪魔たちの日常、兄弟たちの日常っていうのがアニメでこれからもたくさん描かれていくと思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まだご覧になってない方はぜひね、見ていただきたいと思います。お願いします。よし、始めていきますか。第1回です。Facebook とか Instagram、Twitter でね、感想なんかもつぶやいてほしいと思います。ハッシュタグオタク FM、アルファベットでOTAKUFM です。番組を聞きながらのつぶやきもお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルブ。どうした？僕じゃないよ。なんかあったか？
カダヤンが一番よく分かってるはずよ。そうそうよね。仕切り直そう、仕切り直そうということで、オタク FM アニメ&チルスタートです。テールミー。こちらは留学生の皆さんから送っていただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。いや、感動です。感動ですよね。お便りをいただけた。ね、なかなかどうなんだろうなってちょっと思ってたんですよね。何枚来るかなとか、やっぱ数が気になってたんだけど、いやっていうか、もう前回だって、そんななしに僕ら喋り倒してたでしょ。まあそうですよね。それを考えると、もうこんなに嬉しいことはない。そうですね。ということですよ。はい。たくさんいただいてますのでね、こうやってね、早速紹介していきますか。いきましょう。じゃあ山さん。じゃあ僕からいこうか。はい、お願いします。はい。では、海外からです。サラさんからのふつおたです。質問です。兄弟7人の中から自分の本当の兄弟になる悪魔を選ばないといけなかったら、誰を選びますか。そしてなぜその悪魔ですか。本当の兄弟になる悪魔。そう、本当の兄弟だから、四六時中やっぱりね、いるということも考えるから、誰が来てもまあね、癖はあるのは間違いないんですけど、濃ゆいよね。濃ゆいよ。じゃあまず僕からなんですけれども、山さんからいく。これね、一人に選ぶってなかなか難しいんですが、迷ってんのが、マモンかベルフェ。そこ2つで迷う。そこ2つなんです。なんで。いや、ベルフェと一緒にいると、僕がそんなに張り切らなくていいかなと思って、一緒に毎日をもう自分のペースでのんびり暮らせるんじゃないかなと。なるほど、今日なんか弟のために頑張らなくてもいいんじゃないかということですか。でマモンはやっぱノリがいいから、なんだろうな、僕もやっぱりちょっとこう弾けたい時ってあるじゃん。そういう時にマモンにこう相談したら、マモンも乗ってきて2人で弾けられそうなんで。山さん弾けたい時あんの。あるよ。ちょっと待って、そんな真顔であるよとか言うのやめてくれる。めっちゃ顔なさそうな顔してあるよって言ってたで今。それはね、僕よりもやっぱカダヤンやと思うよ。いやマモンとか最悪や。ごめん、最悪って言ったらマモンファンの方ごめんなさい。いやでもね、兄弟の私物を勝手に売ったりとか持ち出したりとか、クレカを凍結させられるような人が兄弟やったらとんでもないと思うで。確かにお金遣いというところでは、いや一番大事よ。俺絶対我慢できんもん。生活の面ではやっぱ関わってくると思うし、俺はもうだから一番ダメ。そこを許せるかどうかなんだよね。許せる心を持っている山さん。初めのうちは多分持ってると思うんだけど、やっぱりそれが限度を超えてくると、ちょっとストレスに変わるかもしれないね。じゃああかんやん。ベルフェかな。ベルフェかな。俺もベルフェやな。なんでカダヤンはベルフェ。ほっといてもいいでしょ。ほぼほぼ同じような理由でしょ。だって他の誰が来てもめんどくさい。いっぱい食べる人おるし、で美にうるさい人がおるし、でレビアタンなんてもうほんまあんなんおったら経済的に破綻するし、でマモも同じ理由でしょ。そうだよね。であと誰？サタンや。そう忘れてた、ごめん。二重人格。これカダヤンは一番忘れちゃいけないサタンですよ。いやあの人も多分大変やで、ほんまに。いや大変だとは思うよ。だってあの人も本いっぱい買うし。お金遣いというところでは本に全部費やすわけね。普段なかなか分からんかもしれんけど、何を司ってるって言ったら憤怒でしょ。怒りだよね。怖いよ。確かに絶対あかんて。でもそれを隠す二重人格じゃないの。だから二重人格なんやろってなったら怖いでしょ。確かに怖い。だからベルフェが一番平和ということで。そうだよね。ここ2人の共通なところです。そうっすね。はい。1個の質問に時間かけすぎやで。長かったね。ほんまに。尺考えてくれ、尺を。俺ら2人に言っとくわ。じゃあ僕も紹介しますね。はい、お願いします。はい、ミルクさんからいただきました。オタク FM のカムバック本当におめでとうございますと。ありがとうございます。お二人に質問です。7つの大罪に対応すると言われる7つの美徳に、節制、純潔、寛容、忍耐、勤勉、感謝、謙虚がありますが、皆さんがこれはぜひ身につけたいと思うものはありますかということです。これ山さん感謝でしょ。いや身につけたいものってなると、感謝とか謙虚っていうのはやっぱこう仕事柄ね、どうしても持ってなきゃいけないもの、絶対にね持ってなきゃいけないなるから、おそらくその持ってないものじゃないかなと思うのね。なるほど。ってなると、寛容か忍耐。俺勤勉。勤勉か。勤勉かなって思う。
かだやん、英語の勉強は進んでますか？めちゃくちゃ進んでる。Thank you very much。選挙ベリーなんて言いました？ Thank you very much って言いました。言いました言いました言いました。なんかチーカスーカみたいな感じですね。ハローフレンズっつって。はい。山さんは済んだ？英語の勉強。ハローエブリワン。OK thank you。OK。はい、こんなところです。はい。そういう意味でも勤勉を身につけたい。なるほどね。っていうことですよね。はい。まあたくさんお便りいただいたんですけども、ね、これからもテレビにね、もう他の兄弟たちが来た時にもいろいろ紹介していきたいと思います。そうですね。皆さんからね、この番組を聞いた感想、アニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問大募集しております。で、各 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上、テルミーでした。カーズミー。はい、こちらは留学生の皆さんにかかると地味に嫌な呪いを考えて送ってもらうコーナーです。はい。いやどんなコーナーやねん。本当にね。かかると地味に嫌な呪い。いやでもこれもたくさん送ってくださってますよ。そうなんです。はい、紹介していきますか。はい、行きましょう。じゃあもう早速なんですけれども、太郎さんからです。はい。1日1回くしゃみが出る直前で止まる。嫌やな。嫌やな。くしゃみした時にちょっとこう気持ちいいっていう感じあるじゃん、はい、あれを全部シャットアウトされるわけだよね。いや違いますよ。違うの？1日1回なんですよ。1日だからどのタイミングでこれが来るか分かんないですよ。なるほど。ここでくしゃみしたい、あこれ気持ちいいっていう瞬間で来るかもしれへんし、もうめちゃくちゃしょうもないところで止まるかもしれへんし、もうこれ止まんのっていうところで止まるかもしれない。これまさに地味やね。地味やし、考えれば考えるほど怖いわ。これめっちゃ嫌ですね。ねえで、僕からも紹介していいですか？はいはい、どうぞ。有野さんからいただきました。すべての扉が謎解きをしないと開かなくなる呪い、トイレも含む。おいおいおい、最低。地味じゃない、普通に嫌。これ開かなくなるっていうことは、トイレから出るとき有効っていうこと？それとももしかして入るとき？いや入るときでしょこれ。それまずいわ。これ入るときですよ。入るとき。もしかしたら入るときと出るときの2段階かもしれないです。なるほど。まあ、出るときはまだいいかもしれないけど、入るとき結構ピンチのとき大きいよね。地味に嫌やなこれね。その後の光景が想像しにくい、しかも謎解きっていうところらへんがまたね。そうだよね。ただ問題じゃなくて謎を解かんといかんから。まあほら謎ぐらいならいいよ。なるほどね。それぐらいならいいけど、ちょっと頭をフル回転させなきゃいけないっていうのは大変だよね。いや嫌やで。謎でも嫌やわ。結果嫌ですと。結果嫌ですこの呪い。じゃあ次僕行きましょうか。はいはい。キャットラバーさんからいただきました、枕の裏側が冷たくない呪い。うわ、これ夏とか嫌だよね。これからの季節最悪ね。今夏ですから。そう寝苦しい時にちょっと暑いなっていう時にくるってひっくり返すとヒヤッとしてね、寝やすくなるっていうのがあると思うんですけど、それが冷たくないと。そうぬるいというかな。地味やなこれは。寝苦しい夜最悪ですね。冬はいいかもしれないけどね。もうこれあれですね、さっきの反省で僕らめっちゃテンポよく紹介してますね。そうだよね。ポンポンポンと言ってるよね。もう本当にたくさんいただいてるんで、もうできるだけ紹介させていただきたいと思うんですけども、はい、続いて紹介しましょう。アリーさんからいただいた地味に嫌な呪いはこちら。リモート面接するたびにネット接続が必ず数秒切れる呪い。これ将来に関わってくるやつ。そう大切なものだからね。これ海外の方からいただいてますけども、もしかしたらこの方経験してるかもしれんね。なるほどね。だってこんなんて言うてみりゃさ、あかんもんなんかな。なんかちょっと都合でみたいなとか向こうかもしれんし、こっちかもしれへんし。そうだよね。まあただするたびに必ず数秒切れるってことは毎回いい印象が残らない可能性あるよね。まあそういうことだ。下手したらね、そのまま落ち続けるっていう感じになっちゃうかもしれないよね。アリーさんトラウマ持ってへんから大丈夫かな。ね、そこだけちょっとなんか励ましてあげたいね。心配になりそうな気がするんですけども。面白いな。じゃあ僕次いいですか？はいはいはい。これもしかしたらカダヤン読みたかったかもしれないんだけど、一人ね、なんか知った名前の人いるんですよ。読まん方がいいんちゃいます？本当に？読まん方がいいと思う。読まん方がいい？読まん方がいいと思う。じゃあ一応どなたがくれたかだけ言ってもらっていいですか？はい。
じゃあ行きますね、はい、矢口恭平さんです。じゃあ次行きましょう。 OK です、次の方行きましょう。はい、これも海外の方からですね。はい、クワイヤーさんから。はい、クワイヤーさん、瞬くたびにツイッターのタイムラインが更新される呪い。何これ、瞬くたびってね、これ瞬きってこと？もう一瞬でっていうことだよね。見ようと思ったらすぐもう更新されて、もうなんだろうな、その時間のものが見えない。めっちゃ嫌やんねえ。フォロワー数を減らせ、フォロー数を減らせそういうことだね。フォロー数を減らせ、極限まで減らせそれしかないわ。それはそれで悲しいけどな。まあタイムラグがでも更新されるってことは誰かしらがつぶやいてるのか、その呪いをかけてる人が勝手に誰かのアカウントを使ってつぶやいてるってことでしょ。そういうこと、そういうこと。ちょっとしたホラーやでこんなもん。そうだよね。最悪やな。地味に嫌なやつありましたわ。ありました。すぐるさんからいただきました。はいはい。玄関の鍵を閉めたか、毎回覚えていない呪い。これ最悪。それね、でもね、呪いっていうよりも、僕よくあるわそれ。マジ？玄関のもそうだし、あと車の鍵、かけたはずなんだけど、お店に行ってお店の入り口ぐらいで、あれ閉めたかなって、また戻ってくるそれを 2,3 回繰り返すのよ。マジっすか？ 2,3 回？ 2,3 回。つまり、もう物覚えがさ。やめてリアルなやつやめて。かだやもこっちやめろ呪いや。これは呪いの話やねんから山さんの実生活で辛いことなんて聞いてない。怖いこと言うな。そうやね、呪いのせいだよね。呪いのせいさ、かかってる。かかってんねや。もうこれすぐるさん、僕もこの呪いにかかってるし、かだやも。だから俺ない言うてるやろ。やめろ。みんなね多分気づいてると思うけど、さっきからちょこ噛んでありますよ。ということでこのコーナーは留学生の皆さんからかかると地味に嫌な呪いを大募集しています。そうですね、これだけ結構スピーディーに喋ったと思うんですけども、尺超えてます。本当ですか？それだけ皆さんからのお便りがたくさん来て、僕らも盛り上がっちゃったということで、そうなんです。許していただきたいと思います。でこのコーナーもね、各 SNS からハッシュタグオタク FM カーズミーをつけて投稿してください。まだまだお待ちしてます。カーズミーの綴りはアルファベットで CURSEME です。以上、カーズミーでした。リスンミー。声。こちらはお越しいただいたゲストの皆さんからオベイミーにまつわる楽曲をご紹介いただくコーナーです。それでは山さん、曲紹介お願いします。ルシファーのキャラクターソングアルカディアです。呼吸を整え、いつもの場所へ夢にさせに行くから待ってないよレイディ。あんなやつより俺とどうですか。君を華やかな色に染めていく。すべてオーライ、嘘じゃない。の周りのようにじわじわ追い詰める。もう邪魔者は容赦しない。時計をできたのにまだ平行さ。君の一番になりたいけど、多分そんなに深くは愛せない。きっとこの中で一人選ぶならもう戻れない、もう戻れない。夢の中で君を虜に、今はただそれ以上のことはない。奥までも深く深くはまったらもう抜け出せない。山さん、これアルカディアなんですけども、やっぱ思い入れ深いですか？いや、もう深いなんてもんじゃないよね。深いなんてもんじゃない。まず、このキャラクターソング、歌をがっちりと歌うっていうのが初だったし、本当にもうプロの方、作詞家の方であったりとかも関わってくださった方に囲まれて歌うっていうのが、
もう新鮮プラス、なんだろうな、緊張しかも程よい、ただね、一つ程よいというわけじゃないんだけど、スタジオの中で一人で歌うじゃん、するとスタジオからその外がガラスで見えるんだよね。見えるね、で歌った後に、そのガラスの向こう側の方々、つまりスタッフの方々が、こういろいろこう笑ったり、ちょっとこう難しい顔をしたりとかして、話をするんだけれども、何もそのヘッドホンつけてるんだけどね、ヘッドホンに伝わってこないのよ、向こうの話し声が。気になるよね。そうで、自分が普段歌を歌ってないから、余計に何を話されてるんだろう、今のは良かったんだろうか、悪かったんだろうか、うまかったんだろうか、下手なんだろうかっていうのが全部気になるのよね。そうなんです。山さん、あれ聞こえへんかった？ど僕ヘッドホンを外して、窓ガラスに耳くっつけて聞いてたよ。そこまでやった？確かにそこまですれば聞こえたんだろうけれども、現実から目を背けたかったっていうのもあったかもしれない。現実？現実現実から、僕の中ではやっぱり、それはもうフル 120%、150% で歌ってるから、どうですかみたいな感じになってるわけよ。でそこをさ、やっぱこうなんていうかな、アドバイス、ダメ出しっていうのはあると思うんだけれども、一回その処理する能力っていうのが当時はなかなかなかったのね。だからまずはこう自分の思いでフルスロットで歌いたい、でもうこのスタジオを出る時っていうのは、ありがとうございましたと一言言ってすっきりと出たかったわけ。それまではディレクションをしてくださる方の言葉だけをもう受け入れるという形にしてた。めっちゃ熱いやん。熱いよ、めちゃくちゃ熱いし、ただ、このアルカディアって、キャラクターソングの中で第1弾やったじゃないですか。そうなんです。そういった意味でも緊張はあったでしょうね。ありましたね。自分からスタートやと。そうね、めっちゃいい曲ですけどね。いやもうそれはね、もう本当に僕も聞いててだし、歌詞だよね、歌詞を見ててもそう。いやーね、なんか発売した後に、やっぱ皆さんが聞いてくださって、そうですね、配信した後に皆さんが聞いてくださって、それでなんか感想をくれるじゃない、いろんな感想をくれるじゃない。それが本当に嬉しかったよね。そうありがたいというか、今までこう自分の歌をさ、カラオケとかでね、歌って感想っていうよりも、ようやったぐらいなもんだったじゃん、それが本当の生の感想だからね。この部分が良かったとか、この部分いいですねとかっていうような歌詞に対する、でまた歌い方に対するとか、いろんな意見があったから、それは僕も嬉しかったし、そこから学ばせてもらったね。本当にありがたいですよね。本当に、引き続きね、このアルカディアっていう曲も、オベイミーのキャラクターソングすべてをね、愛していただきたいですね。そうなんですよね。はい、以上リスミーでした。ルーシフォード、2020年8月から7ヶ月連続でリリースされたオベイミーキャラクターソングプロジェクト第1弾が CD になって Amazon で発売されるぞ。7月17日朝10時より Amazon 特設サイト amazon.co.jp/オベイミーレコーズにて予約受付開始だ。キャラクターソングのほか、ゲームのテーマソングやオーディオドラマ、さらには CD オリジナルの音声特典も収録される。詳しくは特設サイトで確認しろ。俺が歌うアルカディアはもう聞いてくれたんだろうな。帰ってきた即興嘆きの館劇場。よいしょー。よ。こちらはオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇したお話を見てみたいというアイデアを留学生の皆さんから送っていただき、オリジナルストーリーを制作し、僕とゲストが読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。これ前回のオタク FM もありましたよね。ありましたね。帰ってきちゃいましたね。ここ外せないところなんでしょうね。外せないところなんですかね。前回ね、非常に好評やったということで、引き続き挑戦していくということなんですけども、このコーナーはっきり言っていいですか？どうぞ。しんどいんですよ。言っちゃったね。しんどいんですよ。いやでもね、しんどいけれども、なんだろうな、収録ではないと言いますか、一応これほら生じゃん。生だね、生だから、そのミスっちゃいけないっていうか、
っていうのもあるんだけれども、うんうん、よりキャラクターが中に入ってこない、そうね、相手がどういう風に来るかっていうね、読み合わせなしやから本当に想像してやるしかないし、でいざこう来たらこう来んのっていうね、そのライブ感っていうのはすごい楽しいですけどね。そこなんです。行きますか。行こうかね行きますか。行きましょう。はい、それでは早速始めていきましょう。今回のタイトルはこちら、ルシファーごめんなさい。はあ、ルシファーに呼び出されちゃったよ。せっかく新しい D3 が届いたからゲームのデータ移行とか新しい壁紙何にするか4時間ぐらいじっくり探したりしたかったのに、絶対説教だよな。叱られて気絶して触れるのは1週間後かな。失礼します。レビー、悪いな、呼び出して。俺から言ってもよかったんだが。なにルシファーの優しい笑顔。すんだ。前にマモンが説教されて666時間泣きながら気絶してた時もルシファー最初天使みたいに優しく笑ってたって言ってた。完全にこれのことじゃん。マモンから聞いたか？心の声聞かれてる？傲慢の悪魔ってそんなスキル持ちなの？いや違う、落ち着け。はい、マモンからここに来るようにって。そうか。いや本当にいろいろありすぎてな。いろいろってことは一つじゃないの？ルシファー、いろいろってことは一つじゃないってこと？何を言っている？それはお前が一番わかってるんじゃないのか？はい、わかる。いや、わかってます。やっべえ、どれだろう。一つは絶対にあれだと思うんだけど。まあ、どこから話そうか。それとも最初から全てお前に任せてもいいか？はい、それはもう自分から話します。悪いのは全て僕なので。早く謝って終わらせよう。一気に行く方がルシファーも人思いにやってくれるかも。666時間泣きながら気絶は絶対に避けたい。よし、ルシファーごめんなさい。ごめんなさい。あれだけ言われてたのに、先週またゲームの発売日にラッドを休みました。それは初耳だな。これじゃなかったんだ。違う。じゃああれだ。ルシファーが大事にしてるマントこっそり借りてコスプレで使いました。ごめんなさい。なんだと？これも違うの？違う。小さなシミを見つけてクリーニング屋にクレームを入れたんだが。やったのは僕です。ほう、それは興味深いな。ただ今日俺がお前を呼んだのは。そうか、わかった。限定グッズを買うお金がなくてルシファーのマグカップをマモンと一緒に勝手に作ってラッドのルシファーファンに売りました。ごめんなさい。どうしたレビアタン、焦ってるのか？いや、一度落ち着け。そして違う。これも違うんだ。じゃあこっちかな。花ルリタの限定グッズ欲しさに兄弟全員の名前で応募したら唯一当たったルシファーの名前が公表されてネットがざわつきました。ごめんなさい。違う。じゃああれだ。ループ恋愛ゲームリセマラ学園で冴えない主人公の名前をルシファーにしてサタンと笑いながらプレイしてました。ごめんなさい。なんだそれは。全然違うぞ。じゃあもうこれかな。さっきマモンからルシファーが呼んでるって言われた時って思いました。ごめんなさい。違う、全部違う。もう分かりません。ごめんなさい。僕は何で呼ばれたんでしょうか。教えてください。お前を呼んだのはD3 の買い替えを考えていて、どれがいいのか相談しようと思ったからだ。じゃあ説教じゃなかったってこと？そうだ。なんだルシファー、そういうことなら僕に任せてよ。ちょうど今日 D3 の新機種が届いたから触ってみたらいいんじゃない？絶対気に入ると思うよ。今持ってくるね。待てレビー、その前に
話をしよ話何かな。う。わかるだろ？なんだろう。石膏だ！さあお聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうかってねいやもうかっこ笑いだよこれ。いやかっこ笑いですよね。ねまあ皆さんには、どこがセリフで、どこが失敗で、どこが勘で、っていうのはね全く分からなかったんじゃないですかね。ごくごく自然にできたってことですか？そうですね。ルシファーに詰められてる時に、焦って言葉を詰まらせちゃうレビっていうのを、完璧に表現できたかなって僕は思ってます。そうなんか今喋ってる間も若干まだ呪いが入ってるような気がするんだけれどもね。ちょっと何言ってるか分かんないです。何言ってるか分かんないですよでもね本当にまた、第1回の記憶が蘇りましたね。やっぱこうやってやるの楽しいですよね。いいよね、面白いし、程よい緊張感、このライブ感というかね。そうまあただ一言言うと、汗だく。そうだよね。手がね、ちょっとねべちゃっとする。そうなんですよ。ブースが熱いとかじゃなくて違う汗をかいているのは間違いではないです。はい。それだけ本気だったってことです。そういうことですよね。このコーナーはね留学生の皆さんからオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇したのを見てみたいというアイデアとか妄想ですよ。はい、妄想です。これを大募集していますと。で各 SNS からハッシュタグオタク FM ライブをつけて投稿してください。ライブの綴りはアルファベットで LIVE です。以上、帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。ラット新聞部ラジオ出張版。はい、こちらはオベイミープロジェクトに関する最新情報をお届けしていくコーナーです。はい。相変わらずなんですけど、第2弾といいますか、アニメ&チルになっても、相変わらず僕情報を知らされない。何も知らない？はい。山さんが知っている？もちろん。はい。爽やかやなもちろん言うて。いやもう知ってるからこそ、ここはね課題案を僕がこう攻めていけるねコーナーなんですよ。攻めていけるっていうか、引っ張っていってくれへん。なんで攻めてくんの引っ張っていってくれたらいいやん。攻めまくれるポイントですから。そう、なんかすごい生き生きしてるね。そう生き生きしてるよ。でもね、これはもう僕もそうだけど課題案もそうだけど、もう聞く人みんなにおすすめのイベント情報ということでありますから、早速言っていいですか？お願いします。はい。もうすぐ開催されるイベントなんですけれども、7月というとこう七夕とかね、皆さんこうあったりはするんですが、今回このイベントのテーマは星なんですよ。星。7月、日本で言えば七夕がね有名ですけども、これっていうことは、ゲーム内のイベントのそういうことです。なるほど。さあここでやっぱ気になってくるのは、誰がどのランクのカードになってくるかというところですよね。じゃあ悪魔カード UR ウルトラレアはありがとうございます。シメオン。レビと思った？そうですね、レビが来いって思ってましたね。なるほどね。いやいやまだレビ来ないよ。天使組からシメオンですね。そしてSSR、天使組ときたらもちろんここは兄弟かベルゼブブ。ベルゼブブ。はい、ベル来ましたよ。天使組ときたら、もちろん、ベルゼブブなんですか？確かにルークのお菓子とかをねすごい楽しみにして食べてるイメージはありますけどね。ちょっとだけ煽ってみました。はい。そして今度はこのメモリーカードですね。そっちも大事です。こっちなんですけれども、まずは UR ウルトラレアはアスモデウス、バルバトス、そしてソロモン、この組み合わせなんですよ。なるほど。なるほど。ソロモンと契約している悪魔2人の組み合わせということですね。メモリーカードの SSR なんですけれども、先に言っとくね。ありがとうございます。何？まさか？いやまさか申し訳ない。申し訳ないんですけれども、組み合わせです。ルシファーとサタン。あら、これまた
半ルシが入ってきました。わー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 、いいじゃないですかこれは。でしょ、ね、でこの絵柄も見てると、うんうん、こう背中合わせという感じで見して、あ、ほんまやほんまや、ね、ほんまや、うん、お互いに意識してるのかな意識してないのかなというような想像力をかきたてるような、しかもちょっと穏やかな顔してるね。そうなんです。長男と四男、はい、いいじゃないですか。でね、カード、だけではなくて、ちょっとこのイベントには、コラボイベントというものもありまして、現在ね大阪梅田、ヘップ5の9階に、ハグッドフロムナンジャタウン、これで開催中のコラボイベント、オベイミーインナンジャタウンのために書き下ろされたイラストを使用したアイコンが手に入るということなんですよ。おお、このイベントで？そうなんです。すげえすげえじゃないですか。だからもう目白押しなんですよね。目白押しですね。すげえ。オベイミーがここまで大きく広がってくれた影響っていうのが、やっぱこうゲームの中にも入ってくるわけなんですよ。いや、ユニットソングコンビの SSR、 僕はこれ非常に気になりますね。はい。さあそして開催中のイベント、今回のスキルアニメのテーマなんですけれども、ドライブ&バカンス。はい。もちろんこれ、カダヤンは手に入れましたよね。もちろんですよ。ウルトラレアプラスレビアタン。ありがとうございます。あ、紹介してくれた？紹介しましたよ。めっちゃ嬉しい。紹介したかった自分で。いや、もうこれ山さんの口から紹介していただけるということが嬉しいです。あ、そうですか。前回は苦い思い出があるんでね。ありましたね。はい、あれはもう僕忘れてないんで。はい。でもね、他にも URL のプラス、マモ、そして SSR のディアボロと、もう皆さん手に入れた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まだ手に入れてないという方はですね、ぜひともこの期間に手に入れていただきたいなと思います。山さんは UR なんて言った？UR プラスって言わんかった？ URL って言わんかった？あ、本当に？なんかアドレスみたいな感じに聞こえてるけど、失礼いたしました。UR プラスです。UR プラスですよね。はい、ありがとうございます。いずれも詳細につきましては公式 Twitter などでご確認くださいと。以上、ラット新聞部ラジオ出張版でした。お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルですが、そろそろお別れのお時間です。山さんいかがでしたか？はい、一気に痩せたね。痩せたね。カロリーをさ、消費しすぎたね。そうね。あれ、俺前回こんなに汗かいてたっけっていうぐらい汗かいてるんやけども。そうだよね。なんでやろ？いや、内容もさらにこう濃くなったし、もうなんだろうな、あの時のこの緊張感をもう一回思い出すっていうことも代謝が良くなってるのかもしれないね。山さん、このトーンの喋り始め、もう完全に立ち飲み屋やで。テンション上げよう。最後やけどテンション上げよう。これでも一回飲みながら話したいね。いやそれを垂れ流す？そう、放送事故やわ。放送事故。これも案外僕の噛み倒し具合は放送事故やったかもしれませんけども。いやそれはもうね、みんなが待ち望んでたこと。待ち望んでないわ。俺はそれを望んでないね。いやカダヤンの髪を魚にしながらお酒をみんな飲んでると思うよ。みんな性格悪ない？そんなことないです。大丈夫。そんなことないです。ただ今回、前回と違って、コーナーがたくさんできて、で皆さんからお便り募集したじゃないですか。お便りというかね、たくさん応募してくださってて、正直、想定以上でした。すごかったよね。すごかったです。もう想定以上すぎて、もういろんなコーナー募集したんですけど、一つに入れきれなかったっていう事態が発生してしまいまして、そこはね本当に申し訳なかったんですけども、読んでます。はい、目は通させていただいてます。皆さんの分をしっかりとます。はい、次回はどんなコーナーが来るのかっていうのも楽しみにしていただきたいんですけども、一つ僕気になったやつがあって、カーズミあるでしょ。カーズミあったね。地味にかかると嫌な呪いあったじゃないですか。その中に加田さんのように話を噛む癖みたいな呪いがあって、俺もかかっとるやないかって。加田さんみたいにっていうその言葉はいかがなものかと思いましたね。いやそんなことない。皆さんね、確信に変わったと思うよ。今日の聞いてて。いやそれね、確かに俺呪いかかってるわと思いましたけど、そういうのもね紹介できなかったですけども、ちゃんと見させていただいてますので、まだまだねお便りたくさん送ってほしいと思います。送ってというか投稿ね、していただきたいと思います。さて次回のオタク FM アニメ&チルには、ベルフェゴール役の大西聡さんが遊びに来てくれます。大西ちゃんです。なんとみんなの弟だよね。そう、長男から七男、
そうですよ、一気に飛んだね。この幅っていうね、そこにもね期待していただいて、どんなトークが飛び出すのか、またお兄ちゃんの静かに燃える青い炎に俺は焼かれ続けるんやろなって思ってますけども。そうだよね。はい。あとこれ、気になってるかもしれないですけど、アニメの第2話の話ですね。2話ね。第2話タイトルが「見ないで」になってます。見ないで。はい。でこちらのお話では、私岡田聡が演じるレビアタンが活躍するコスプレ会となっております。今これね、ちょっと皆さんがってなってると思うよ。ざわついてますかね、どうやろうな。ついてるついてる。コスプレ会ってなりますよね。コスプレ会です。誰がどんな風にって気になると思いますけども、ね、いろいろ楽しみにしていてほしいと思います。はい。いやー、あっという間でしたね。本当にね、時間これめちゃめちゃ短いんだよね。そう、めちゃめちゃ短いけども、多分予定してた時間よりかはだいぶ伸びてる。あ、本当に？多分伸びてる。あ、そう、僕全然そんな感じしなかったんだけど。それぐらい喋り倒してはいる。まあ夢中になってたからね。夢中になってたね。もっともっと喋っていたいですけども。そうなんです。今回はここまでということで、はい、オタク FM アニメ&チル、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とルシファー役の山下和也でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。